こんにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙で作る実が丸くてポンポンかわいいぶどうを作ります。ぶどうの実にする折り紙を何色か選んでおきます。使うのは4分の1のサイズになりますので、4分の1に折り線をつけて切っていただいてもいいですし、初めから4分の1にサイズになっている折り紙を使っても構いません。4分の1のサイズの折り紙を12枚ぐらい準備します。この折り紙を半分に折って、さらに半分に折ります。折り紙の中心の部分を下に持ってきて、紙の端の方を上に持ってきます。中心は残したまま、右と左をカーブを描きながら切っていこうと思います。印を書いてみます。右と左の角を切り落とすような線を描きます。ここは残しておきます。つけた印の通りに切っていきます。慣れれば印をつけなくても直接切っていただければ結構です。広げてみます。こんな形になりました。お箸のような丸い棒を準備して、今切った折り紙に少しカールをつけます。色のついた方を外側にして、少し内側にくるんとこのようにカールがつければ、どのような方法でカールをつけていただいても構いません。尖った部分、上下と左右をそれぞれ貼り付けていきたいと思います。まずはどこでもいいので、角に先に少しだけ糊をつけて、先が重なるように、このように貼り合わせます。今度はこちらとこちらをこの上から重ねて貼っていくようにします。上になる方がここの距離よりも短くなってしまうといけないので、下よりも少しだけ重なりは少なくしようと思います。同じく糊をつけて、このように先が重なるように貼り合わせていきます。そうすると、このような紙風船のような形になりました。できたぶどうの実に糸をつけていきます。糸はどのような糸でも構いませんが、あまり太くない方がいいかと思います。今日はレース糸ぐらいの太さで作っていこうと思います。適当な長さに切っていき、先ほど貼り合わせた方の上の部分に糸が通るように、このように通します。糸のちょうど半分ぐらいのところまで来ましたら、結びます。2回結びます。
これを一つ一つの実に同じように糸をつけていきます。実に糸がつきましたら、糸を重ねていってぶどうの形にしようと思います。一番下になるものを少し長めにして、少しずつ短くするような感じで重ねていきます。このように下が一番長くて上に行くにつれて糸が短めでちょっとたくさん重なるようにしてぶどうのようなね房の形になりましたら糸を揃えて一緒に根元のところで縛ってしまいます。このような形になりました。縛り目の少し上のあたりにももう一度縛り目を作って糸がバラバラにならないようにします。これでぶどうの房の完成です。葉っぱを作ります。葉っぱの紙は折り紙でも色画用紙でもどちらでも構いません。折り紙でしたらそのまま正方形の形を使って、色画用紙でしたらお好きなサイズの正方形に切っておきます。今回は折り紙で説明します。まず半分に折ります。半分に折った紙端の方を辺のだいたい真ん中のあたり、それよりちょっと上でもいいかなと思います。真ん中のあたりぐらいまで線を引きます。そうしましたら、下の辺の真ん中のあたりに印をつけて、まずは印と印をつけたところの右下の長方形を切り取ります。葉っぱの形になるように印をつけていきたいと思います。折り目の下の角からこのように少しカーブを描きながらこのように印をつけていきます。上の角は丸みを作りながら少し切り落とすようにしていきます。この書き終わりから端まで大きくカーブを描きます。この角ももう少し丸くなるようにこのように線を引きました。だいたいで結構です。この通りに切るとこんな形の葉っぱができます。1枚切りましたら、これを型にして2枚3枚写していただいてもいいかと思います。右と左側の葉っぱにも折り線をつけていきます。この角と真ん中のへこませて切っ
ったところまで合うように、このように折り線をつけます。反対側も折り線をつけます。少しね、ずれてしまいましたが、構いません。ぶどうに貼り付けるための切り込みを入れていきます。真ん中のへこんだところから少しこのように中心に切り込みを入れます。ここにぶどうの軸にあたる糸の束を挟んで貼っていきたいと思います。ぶどうに葉っぱを貼っていきます。先ほど切り込みを入れたところの周りに糊をつけていきます。しっかり多めに糊をつけます。そうしましたら、この切り込みの間に糸の束が来るように、このように挟んで貼り付けます。このような感じです。もし貼り付きが悪いようであれば、木工用ボンドの方がしっかり貼れるかもしれません。一度試してみてください。ここでずれないようにしっかり押さえて貼れましたら、これで葉っぱがつきました。こちらは色画用紙で葉っぱを作りました。こちらは真ん中の糸をミシン糸で作りました。中の折り紙もちょっと模様の入ったものを入れてもいいかと思います。かわいいポンポンの実のぶどう、ぜひ作って飾ってみてください。